はい、皆さんこんにちは。直木マンのやばい日本の秘密が発売されたのでチェックよろしくお願いします。今回もツタヤ五反田店のみで僕のサイン本が置かれているので、欲しい人は早物勝ちなので行ってみてください。今回もアホみたいに置かれているらしいので、そしてありがたいことに岩田さんからコメントをもらえたので、マジ感謝です。今日はですね、久しぶりに生物系の動画になっています。みんな生物系好きですよね。昔からユーマとか深海生物とか伝説の生き物とかそういった動画は結構伸びているので、確かに僕も今はね、ユーマ系とかそこまで興味がなくなってしまったんですけど、子供の頃は結構がっつりハマってて、特にこの生物なんだっていうのがあって、みんなも一度はテレビとかで見たことがあると思うんですけど、超高速で移動するユーマ、スカイフィッシュ。1994年、アメリカニューメキシコロズウェルで UFO の撮影を試みていたホセ・エスカミーラーという方がたまたま捉えた未確認生物。UFO 撮影者が第一発見者って聞くとちょっとうさんくさく聞こえるけど、1996年にスカイフィッシュの存在を公表すると、世界中からスカイフィッシュに関する映像やら情報が集まってきたそうです。見た目は枝のようで、両サイドに無数のヒレのようなものがついており、大きさは長さ全長2センチから数メートル。いや、幅広すぎ。速いものだと時速280キロで、GTR ぐらいかな。このようにビュンビュン飛んでいるんですね、空中を。この速さで飛行しているのは、ただ飛んでいるだけじゃなくて、ちゃんと意志を持って飛行しているとされています。しかもロマンあるのが、こちら、肉眼では見えないんですけど、カメラだけでスローにすると捉えられることができるんですね。その肉眼では見えないけど、カメラでは見えるってところがロマンありますよね。ただこれだけの速さで飛行していたらぶつかったりしないのって思うじゃないですか。これが映像とかを見てみると人間にぶつかっていたりもするらしいので、なのでこの世界で生きている生物だということにはなります。目撃情報が一番多いのは地球最大級のゴロンドリアス洞窟。ほら、いっぱい飛んでるやん、このように。これはおそらく鳥なんですけど。肉眼では見えないけど、カメラをスローにするといっぱい飛んでるから、もうみんなの目の前もって飛んでるかもしれませんよね。この見た目からしたら超高速で飛行する昆虫のような生物だと考えられました。他には異次元の生物や幽霊、プラズマ生命体とか、また一説ではカンブリア紀に生息していたアノマロカリスっていうこちらの生き物の進化系じゃないかと考える人もいるそうです。5億年前のカンブリア紀では植物連鎖のトップだったとされている生物。こんなんがトップだったのかね。海に生息していたのが陸に上がって、そこから長年かけて進化を遂げて時速280キロまでなったと。笑っちゃうわ。ならこの速すぎて肉眼では見えないスカイフィッシュ、正体は何なんでしょうか。最近の検証によれば、スカイフィッシュの正体はハエなどの昆虫だとされています。あっけねー。カメラの目の前を高速に飛んでいるハエなどがモーションブラー現象といって残像のように映ることで、あたかも棒状の飛行生物が映り込んだように見えると。確かに止まっているところを誰も見たことないですし、カメラでしか捉えられないっていうのが不思議すぎますもんね。遅いフレームレートで撮るとこのようにね、普通の昆虫が棒状のように見えるようになるそうです。確かにじゃあ死骸はどこにあるんだよって話になっちゃうし、排泄物もないですしね、そこら辺めちゃくちゃ飛んでたらうんこも飛んでることになりますし、肉眼で普通にハエとして見てるから肉眼では気づかない。ハエだからね。人類は過去に何度も戦争を経験してたくさんの犠牲者を出してきました。非日常的で過酷な環境だからか、兵士たちは普段味わうことのない不思議な体験をしてきました。その中でも興味深いのがベトナム戦争。超大国アメリカがベトナムに勝てなかった泥沼化した戦い。ベトナム戦争は険しいジャングルの中、半端ない湿度で下は泥沼だし、少し歩いたらジャングルの中に敵兵がいたりと過酷な戦争だったっていうのは習いましたよね。そんな中、アメリカ兵が遭遇したのは敵兵だけでなく不思議な生物もいたんです。全身を赤い毛で覆っているマッチョな不思議な生物。実はベトナム戦争でアメリカ兵が不思議な生物と出会ったっていう話があるんですね。それも一人や二人でなく次々と目撃情報が相次いだそうです。その目撃情報が相次いだ場所を訪れてみると、そこには残虐に殺された敵兵の遺体があったそうです。何か情報を得られないかと思い、現地の方に謎の生物について尋ねてみると、それはおそらくバトゥートゥーだよって言われました。実はベトナムでは1918年からバトゥートゥーっていう発音するのかわからないけど、森の人と呼ばれる全身を毛で覆った小さいものだと150センチ、大きいものだと2メートルまでの謎の生物が生息していると言われているんですね。はい、気づいた人もいるかもしれませんけど、ベトナム版のビッグフットです。ただアメリカとかで目撃されるビッグフットは比較的穏やかな性格をしていると言われているんですけど、ベトナム版のビッグフットはかな
なり凶暴なんだそうです。体を真っ二つに引きちがれて亡くなっているベトナム兵の遺体などがあったそうです。それがベトナム戦争で多くのアメリカ兵が目撃したことで一気に話題が広まったそうです。戦場で何度もアメリカ兵がバトゥートゥに襲われそうになったらしく、その際は石を投げて追い払っていたそうです。さすがに猿の一種かなんかじゃないのって疑われたんですけど、もっと人に近い姿でどう見ても猿ではなかったそうです。記録に残っている情報だと、第101空挺団6人が全員バトゥートゥを目撃していて、これオランウータンか、いやどう見ても違うだろうみたいな会話が記録として残されているそうです。あまりにも目撃情報が相次いだので、北ベトナムは謎の生物を調査しに遠征に向かわせたこともあったそうです。発見することはできなかったんですけど、人間でもない猿でもない足跡を発見したことで知られています。実はベトナムのジャングルはかなり入り組んでいて、まだ人類が踏み入れていない未開の地で未確認生物がいてもおかしくないと言われているんですね。毎年ここで新種が発見されているぐらいなので、もちろん猿かなんか別のね動物に見間違えた可能性もありますけど、特に戦場という緊張状態にあるところで怪しい薬をしていた可能性もありますし、精神状態はおそらくまともじゃなかったので、ただビッグフットの可能性も捨てきれないですよね。まあベトナムだけじゃなくて世界中で目撃されているから何か絶対あるんじゃないかと。ジャングルも面白いけど、やはり謎に満ちているのが地球の7割を覆う海なんじゃないでしょうか。人類はまだ海底の 5% ほどしか開拓していないというキャッチフレーズで海の神秘さを伺えますよね。なんと今まで海中で感知した一番大きな音の正体を分かっていないんです。1997年、アメリカ太平洋気象庁が南太平洋の海中で奇妙な音を感知しました。周囲5000キロで複数の海中マイクが検出したこの謎の爆音。専門家によると、これは人工的な音には聞こえないし、地震や火山活動でもなく、何らかの生物が発した音だと考えました。音のパターン的に、これはおそらく動物なんじゃないかと。とりあえずその音を聞いてみましょう。この音がブループっていう響きに聞こえることから、このミステリー現象をブループと呼ばれるようになりました。ただ何らかの生物が発した音だったとしたら、その生物はとんでもなく大きい体になっちゃうんですね。海で最大級の生物はシロナガスクジラ30メートルぐらいですけど、ブループがもし生物だったら70メートル級になります。このクラスの潮吹き、宇宙届きますよマジで。こんなバカでかい未知の生物がね、海の中を泳いでるって考えるともう海泳げない。ただ最近の研究ではこのブループサウンドの正体は巨大な氷山が崩れ落ちる音だと結論付けられています。一応南極付近を調査したところ、氷山が崩れ落ちる音がブループと似ていることから関連付けたそうです。地球温暖化の影響で毎年氷山が溶けて崩れ落ちていっているので、ただブループの音が氷山と完全に一致したわけではなく、生物特有の音も混じっているらしいので、ユーマの可能性も捨てきれてはいないです。まあまだ海底は未開の地って言われてるぐらいなので、他にも原因不明な音が観測されていることはたくさんあるんですね、実は。個人的にはまだ人類が発見していない未開の生物確実にいると思いますけどね。みんなはどう思いますか？最後の話はユーマというよりどちらかというとちょっとオーパーツ系になるんですけど、みんな学校で恐竜は2億年前に地球に生息していて6600万年ぐらい前に絶滅したと習いましたよね。そして人類が数十万年前に誕生したと。ただ世界中には人類と恐竜が共存していたかもしれないというオーパーツがいくつか存在しているんです。それらを見ていきたいと思います。みんなペルーって聞いたら何を思い浮かべますか？ほとんどの方はマチュピチュだと思うんですけど、ペルーの以下には恐竜にまつわるオーパーツが存在するんです。1960年代、ペルー以下の洞窟で不可解な石が発見されました。その石にはなんと6000万年前に絶滅したとされる恐竜や謎の動植物が掘られていたんです。その数なんと1万5000点以上。しかも描かれているのは恐竜と人間が共存している様子なんですね。年代を測定してみても1万2000年以上前だとわかり、これはもしや大発見なんじゃないかと思われていたんですけど、はい、残念ながら自分がこの石を作ったんだよと名乗り出たことで、これは捏造だと結論付けられました。ここまではっきり書かれていたら怪しさマックスですよね。続いてはこちら、恐竜土偶。1945年、ドイツ人の考古学者がメキシコのアカンバロで恐竜の形をした土偶をいくつも発見しました。その数なんと7年間で3万2000点以上。全てが恐竜というわけではな
ないんですけど、このようにね、いくつかは確実に恐竜なんじゃないかというものが見つかっていて、ただ残念ながら、実はこちらも考古学者によって捏造されたという情報が出てから研究は中止されました。ちょっと捏造ばかりでつまらない展開なんですけど、みんなよくこれ作りますよね。1万点とか3万点ですよ。これをね、本物に見せかけて、よくわかんない。どこにそんなね、労力っていうかエネルギーがあるのか。ただ最後に見せるのはちょっと面白いものになります。イタリア・パレストリーナで発見されたモザイク画。フォルトナ神殿で有名なパレストリーナは紀元前7、8世紀頃、盛んで大都市だったとされています。その神殿にあるのが大パーツだと話題になったモザイク画なんです。作成は紀元前1年頃、ナイル川の氾濫を描いたものになるんですけど、何かおかしいことに気づかないでしょうか。人々が狩りをしている様子が描かれているんですけど、実はところどころね、絶滅したはずの恐竜のような生物たちが描かれているんです。これとかは6500万年前に絶滅したとされるイグアナドンに似ていたり、こちらはサーベルタイガーに似たやつも、てかサーベルタイガーってめっちゃかっこいいですよね。これはカバかと思いきや、ちょっと顔のところが違いますよね。長すぎて。ダイオードンっていう絶滅種に似ているそうです。他のも現代の生物に似てはいるんですけど、どこか少し見た目が違ったりするんですよね。絵心がないといえばそれまでかもしれませんけど、人間はね、このようにしっかり描かれているので、なんなのこの生物たち、空想上？ここでもまた僕たちの知らない歴史が隠されているんでしょうか。世界にはね、これ以外にも恐竜かって思わせるような大パーツとやらがいくつかね、存在してるんですね。恐竜にまたがってヒーハーみたいな世界は映画の世界だけなのか。確か臨死体験をした木内鶴彦さんも人間と恐竜が共存していた世界を見たとおっしゃっていたので、僕たちの知らない歴史がまだ眠っているのかもしれないですよね。科学的に見たらありえないけど、皆さん的にはどう思いますかね。そのうちね、恐竜の謎とか、なぜ絶滅したとか、そういったところも掘ってみたらちょっと面白いかもしれないですよね。今日はね、ちょっとシンプルめな動画でしたね。すいません。はい、頑張ります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。